かにも今出したてみたいな方多分中にいます。YouTube で。YouTube でこの道とか紹介されてます。なんか特にここ見たことあります。見覚えのある景色が。本当にこう。しばらく片側が崖になって下から知ってると思いますけど、ロープ一本ぶら下がってそこ登るみたいな。小亀、手丸は背中の丸、小亀は頭を取ってバット、可動式になっています。
木だと思う。おお。お疲れ様です。ああと足元ポットホールとかで落とし穴入って穴にはまるとグキってなって危ないんで、足元の穴ぼこ注意。じゃあパッと注意。いやー、面白いです。もう下見える。両手でロープ持っちゃうと降りるときこうグラーンとなってあーってぶつかっちゃうんで、片手にこうロープ持って片手で岩持つのが一番安全です。
天気良くなってくると日光浴をしによく出てくる。ああ、なるほど。自分でトカゲは体温が上がらないから自分で体温められないので日の光を浴びて体温調節する。晴れてきたので。普段トカゲってたらもう素早くに捕まえられないので、トカゲかくれんぼの自信があるので、完全に自分がバレたら動くと結構難しかったり、鳥が天敵なんです。鳥で動くとバレちゃう。バレてないかもっていう時はまだずっとして、これ完全にバレたわってなったら、じゃあ悪くないと思って。だからギリギリバレてないですと思って。すごいね、これ。どのぐらいだった？200年ぐらい。200年。山に入ると他にもあるの？山というよりこれは川沿いに多いイメージですね。もうこの木の種が川に、時には海に流れて海外に目を出すので、やっぱりそうやって繁殖していきたいと。山の上には100万円ですけど、それでも川があるので、領域線で行くともっとでかい400年ぐらい生きてるこれが根っこの壁の高さが3メートル以上だからもう柵で囲まれるような叩けない触るんだったらもうそれでも将来的にはもう柵ができて触れなくなるかもしれないとかではないですね。記念物はないんですけど、一応ここのフィールド、この場所が低地域になる場所なので、植物の伐採とか、そういうのは禁止なので、どの道傷つけたりとか切ったりとかできる。記念物ではないですけど。ひまわりの巣は今なお現役で中にシマリが使います。つっついたら出てくるんですか？出てきます。まあ、つっつくというか、このね、上に塊があるんですけど、この木の幹に沿って、なんか下に土の塊みたいなのが垂れ下がってるのがあれが通路で、それは上に住んでるんですけど、地面に降りる間にその他の敵に襲われないように木の表面にこう土とかでコーティングして、なんかトンネル作ってるんですよ。賢いじゃん。あのトンネルをちょいちょい崩すと、わーっと修理しようと思って集まってきます。なるほど。あ、先島かなり。あの巣の上に緑色のトカゲが歩いてる。あれ3種類目のトカゲ。このあれ3種類目ですよ。ちょっと。表のカナヘビが緑。南トビラ。南トンビの形の地面の感覚を兼ねてる。ムツゴロウみたいな。そうですね、ムツゴロウの親戚みたいなもので、魚なのに泳げないんですよ。あんまり長いこと見れないと思うんですけど。聞こえる。トントンミーはこっちの方言でぴょんぴょんする目玉という。トントンがぴょん、ミーは目という。名前の通り目玉がちょっと飛び出してて、周りがよく見るように。
それなんだ。あ猿とかコウモリに食べてもらうことによって、あ、なんか、船に乗って運ぶというその遠くに運んできてで発芽するようにできてるので、猿とかコウモリが食べやすい枝じゃなくて幹に使う。なるほど。だから入り向か猿がいません。インコンボいただく。鳥ではなく動物に食べてもらうために変な吸ったらみたいな。ちょうど今シーズンの時期落ちて。ああ。これは食べられない。まあ別に人間が食べても毒ではないですけど、特に美味しくないです。犬ビワっていうのは、まあ、犬が食うビワってことで、ビワじゃないんですけど、美味しくないというか、要は犬が食うビワ。ビワではないですし、美味しい。それで赤城という名前ですね。まあその血が流れるようですから沖縄県では結構神様が大事に言われてパワースポット的な感じのもの。この凸凹の特徴のあるところで地面にへばりついて倒れないようにしてるのかもしれません。なんて人が歩き続けてもうすり減っちゃって岩なんだか木の根なんだかわからない。どれも目の張りがすごいよね。台風対策が台風が強いっていうのと雨が多いので土砂が柔らかいって緩いんですよ。普通の木だったらこう地面下に張るもんなんですけど、土砂が流出しやすいから板状になったりこうコブ状になったりすごいよ。お互いに絡み合ってうん。踏ん張ってる感じだね。